ご視聴いただきありがとうございます。いざよいです。この地図には別の見方があるようです。どのように見てみますか？ A、B、C よりお選びください。はい、では A をお選びの方。この地図には別の見方があるようです。裏返してみる方。思い込みの外側に気づけたらどうしたらいいですかね。地図を裏返してみる方。自分の思い込み、他人の思い込みに気づくことができたなら助けてあげる。助けてもらいましょう。助けてあげる。ホーム。信頼できる人に助けてもらう。マウンテン。ホーム。裏返したら、あ、ですね。なるほどね。Into the unknown。目隠しをしてますね。重くになってます。目隠しで手探りの状態。Into the unknown。そう。すごい出方。ああ、初めて見るぞ。ストレングス。へえ。おっと、新しい仮面。あなたの目隠しを新しい仮面に付け替える。新しいペルソナに付け替える。黄金のペルソナに付け替える。アップデートしますか。はい、ゴブリン。ですね、宝物を守っている。プロテクシング。ちょっとこれ2枚です。こちらですね。門を通る時の人。恐る恐る開けてみてますね。はい。で、この地図の他の見方、裏返す方。ウィッシュイーズリー。プロテクションだ。またプロテクションだ。防御が。ライフエネルギー。入れないでいますね、やっぱりね。シャインフロムウィズム。やっぱりまたプロテクションが逆位置で出てますね。集団に混ざっていない家が出てます。はい、では読み取ります。ちょっと見えないかな。あれ、見えないか。
の地図には別な見方があるようで裏返してみました。そうしますと、その地図には書いていない部分が見えてきました。地図の裏にはゴブリンが隠れていて、A さんは、自尊心を少し自分が間違っているんだろうかと思わされるような状況があったようです。で、これ裏返してみたところ、この山の入り口とここの出口はつながっているのかもしれません。その自尊心が傷つくような、自尊心が低くなってしまうような出来事がこの山の中で起きたことだとすると、今ここの出口に来ています。でこれホームと書いてあって、ここに閉じた扉があって、これがおそらく思い込みの扉だとすると、思い込みがあるんだけれど真実はここにあって、真実の扉が少し開いています。なので全くこのゴブリンにつけ入られるゴブリンは闇、影の存在で、あなたが自尊心を低くしていると、お前は無価値だとか、お前は取るに足らない存在だとかいろいろ言ってくるんですけど、これがこの閉じた扉の役割というか、A さんに他の価値観はないんだよという、洗脳のようなものをしている状態なんですね。でそこで A さんはこちらの扉をちょっと真実の扉を開けてみます。こちらのゴブリンの閉めてる扉ではなくて、こちらのちょっと開いている真実の扉を開けてみます。そうすると本当の真実が見えてきます。でこれ予期せぬ、訪問者という意味もあるそうなんですけど、私にはこれはこの真実の扉をあえてちょっと開けてみましょうという、別の見方をしてみましょうというカードに見えます。でもしかすると、その A さんの自尊心を傷つけた相手というのは何かを守っているのかもしれません。で、あなたが他の人に何か自尊心を傷つけられても、このフェアリーたちがあなたの大切なものをきちんと守っています。あなたの大切に思う何かを妖精たちが守ってくれています。で、全体のカードを見ても全てあなたはしっかりと守られていますよというカードが出ています。ここに新しい黄金の仮面が出てきていて、この7番の人は目隠しをしているんですね。で、これはまだ古い目隠しで、それが黄金の仮面になっていくためにそれが起こっているようです。で、このカードも実はラッキーカードで、これが出た時は非常にいいシンクロニシティが起きるというようなラッキーカードになります。でこれも新しいインスピレーションが湧いてくるといういいカードなので、今回起きたことがちょっと予想外のことだったかもしれないんですけど、A さんはその地図を裏返すことによって今まで見えていなかったこの地図に書かれた、隠された領域を見ることができますね。隠れた妖精が出てきますね。これちょっとこの輪の中にプロテクションっていうカード多いんですね。ちょっとこの輪の中に入れていない寂しそうな図が出ている反面、嬉しそうな図も出ていて、おそらくどっちの気持ちもあるんでしょうね。集団の中に入っていないって寂しい気持ちと、気楽でいいわという気持ちが両方出ているんだとすると、シャインフロムウィズ、これは何でしょうね。ここと全く関係ないポジションにいらっしゃいますね。これ何でしょう。
ちょっと見てみます。シャインフロムウィズン。シャインフロムウィズン。内側から輝きましょうだそうです。はあ。これは内側から輝きましょう。外見は表面的要素でしかありません。真の美しさは内側から輝きを放ちます。そして今あなたが輝くべき時が来ました。自分という存在を受け入れ、あなたは真の美しさを明らかにする時です。うーん。うーん。なるほど。このカードはまたあなたの目を欺こうとしている人がいないか、あるいは本来の姿ではない人物になりすまそうとしている人がいないか尋ねているからかもしれませんという。へえ。詐欺に注意ですね。うーん。これ確かに美しい方々ですけど、ちょっと髪が派手な色だったり、こう色とりどりで、この人黒い髪なんですけど、なんだか怪しい色味ではありますもんね。この人まだそういう色になっていないので、ともするとここに染まりやすく、ともするとこちらのように孤立もしやすく、その中間を選んで、ちょっとこうポジションを見ながらいい塩梅で咲いたこう輝きましょうというアドバイスに私には見えます。おそらく地図を真正面から見て、その地図だけを盲信していればこの輪の中に入れると思うんです。そこの世界に疑いを持たなければこの世界に A さんは混ざれるんですけど、この世界そのものに疑念を抱いているのでいまいち入れないんですね。でかといってこの方がここに、その地図を裏返してしまったことによって、この世界でもないこの世界でもない中間で輝ける世界があるんじゃないかと気づきます。ですので A さんには新しい価値観を手に入れたのであれば、ちょっと今までにない場所で咲いてみませんかという、ちょっと難易度が高い話になってしまいますけど、そういう独自路線に行きませんかという提案が来ています。でも YouTube ですとかいろいろ表現の場ってちょっと私はまだつかみきれてないので、私のコメントを参考になさっていいのかどうかというのはちょっと疑問が残りますけど、ただカードからはちょっと新しい分野というか、新しいアプローチで動いてみたらどうですかというふうに感じます。それがここの真実の扉に現れているように見えます。はい、では思い込みの外側に気づいたら、どのように行動していったらいいかを次に見ますので、引き続きお楽しみください。はい、では思い込みの外側に気づいたら3カードで占います。思い込みの外側に気づく前、過去、今、未来の3枚で占ってアドバイスカードを1枚出します。はい。これが過去ですね。今。はい。で、未来。近い未来ですね。あ、ワールド。ほー。はい。で、こちらに1枚補足をいただきます。補足じゃない、アドバイスをいただきます。思い込みの外側。思い込みの外側に気づいたら、
コーラゲなんだI found the inner strength to face fear with confidence。なんでしょうこれ。はい。では今回はちょっとシンプルにして、読み取ります。はい。見ての通り、思い込みに気づく前は非常にお忙しい状態でした。自分だけが重荷を背負っていて、もう自分が抱えなければならないんだと必死にこのワンドを抱きしめています。で、実際は、スリー・オブ・ペンタクルの逆位置で、この抱えているワンドはこの足場を組むために使っています。で、他の人も同じように職人さんだったり、設計の人だったり、それを指示する方だったりといろんなお仕事があります。で、その中で労働によってお金が発生しているという状態が出ているんですけど、これがスリー・オブ・ペンタクルス逆位置、そうか、テン・オブ・ワンズも逆位置だ。過去忙しかったんですね。そうか。過去は忙しかったけれど、今はその抱えていたワンドも手分けして、みんなで分配、その忙しさもちゃんと手分けをして、しかるべき状態になっている途中なんですね。まだ完璧ではないけれど、ある程度今まで抱えていた仕事はうまくみんなで遂行することができているよと。で、これ近い未来なんですけども、ワールド、タロットカードの中で最もいいとされるワールドが出ています。で、非常にもうこれは本当活躍というか、何の心配もないよという一番いいカードが出ています。で、こちらのコーラージって何でしょう。読めないんですけど。勇気。勇気。こちらですね。はい、こちら。はい。私は自信を持って恐れに立ち向かう心の強さを見出します。一人の人間であるという課題の中には、自分の力を尊重できるようになるという学びがあることをあなたは自覚する必要があります。心の声を聞いてその助言に従うことで、あなたは自分の直感の完璧さを承認することになります。恐れは幻に過ぎず、障害は愛を源に発すれば、恐れのさまざまな偽装工作も克服できるということを実証する、またとない機会です。おそらくあなたはキャリアの道を変えようとしているか、何らかの人間関係を築く、あるいは断ち切ろうとしているのでしょう。これは試練で、正しい決断を下せるのはあなただけであることをあなた自身に証明するために与えられているのです。この一歩を踏み出さなければ、あなたは二歩後退して同じ障害にまた出会うだけです。前進あるのみですかね。本当にもう皆さん聞き飽きてるようなお話で、あなたは何を作っているんですかという質問に対して、私はブロックを重ねているだけですという人と、私は制度を作っていますという人で、その仕事に対する関わり方が分かるんだというか、この方は今ワンドをたくさん抱えていて、なんて重いんだろう、大変だなと思いながら、自分は大変だなと思い込んで街道をとぼとぼ歩ってるんですけど、実際はこの寺院といいますか、こういう法皇のような方がいて、ありがたいお経を持ってみんなのためになるようなお寺を作っているんですね。で、そのようにマインドをチェンジすること、これが多分思い込みの外側なんでしょうね。この仕事に意味なんてあるのかと思いながらも、実はちゃんとあなたが無駄なんじゃないかと思っていたことは、ちゃんと
社会に貢献できているよという。で、お寺が素晴らしいとは私は思っていないんですね。で、お寺とか宗教が素晴らしいとはあんまり思っていなくって、それはそういう価値観で、お寺なので、ブロックをただ積むだけの仕事だよというのも悪くないと思うんです。テトリスみたいにブロック積むだけでも面白いことってありますから。なので、そこに意義があるかどうかが素晴らしいかという価値観は私はちょっと納得いかなくて、ただ、あまりにも目の前が見えないぐらいバンドを抱え込みすぎていて、自分は何をやってるんだろうと思うんであれば、そこには目的があるんだよという思い込みの外側に立ってみるという今があります。で、未来はその考えからまた一段上がりまして、やっぱりこの時の苦労が今実って未来非常に安心して暮らせますよといういい状態が出ています。ですので、地図を裏返してみる方、非常にこのマインドチェンジがあることによって一歩先に進めそうです。で、一歩先に進まないでまた後退してしまうと非常にちょっともったいない状況が出ています。ただこれ例えば転職ですとかに後押ししてるというよりは、ちょっとだけやってみる。ほんのちょっとでもいいからちょっと思うことをやってみる。ちょっとそっちに手を出してみるという、統一性を持ってなんですけど、そういうちょっと足を踏み出してみるということがいいのかもしれないです。今までのガチガチなところから少し新しい世界を垣間見るような気持ちでやってみたらいいと思います。せっかく思い込みの外側に気づいたので、はい、そのようにタロットカード、猫さんタロットからは出ています。皆さんのご活躍楽しみにしております。はい、では B をお選びの方、B の魔法の杖で地図の絵柄を浮かせる方、違う見方を手にしました。今までの思い込みから外れて新しい視点を手に入れました。それは B さんにとってどのような変化をもたらしますか？妄想から覚めます。現実が見えてきます。はい、来ました。はい。タリマン？あれ、お掃除が。カミングノース。お掃除してますね。ぬかるみ。沼にはまってます。スタックインザムッド。沼にはまるということですね。断捨離、ちょっと2枚です。引用のマークを踏んでますね、この人よく見たら。凍結されているライオン。ホープフリーズ。また来ましたか。はい。スピリットオブプレイス。秋ですね。ホーム。閉じこもっている。はい、閉じこもる。ワイドオープン。秋に開け放たれますか。冬ごもりしてるんだ。あら、かわいい。あら、看護師さんというか、アライグマですね。シークレットプロジェクト。思い込みの外側に気づきました。人
が思い込みなの、人が思い込んでいるのか、自分の思い込みなのか、その思い込みが外れました。外れたって、その思い込みが解放されました。メディテーション、違うな、モデラクション、なんでしょうね。お食事をしています。マニフェステーション、はい、来ました。セレブレーション、いいですね。なんか豊かですね。豊かさが出ています。B さんは傷を癒している途中ですね。看護師さんが出ています。フレンドシップの逆位置。B さん独特な方なんですかね。ちょっと独特な感性をお持ちで、ちょっとそれが一般の人とちょっと相入れない独特な形をしてますからね。これ独特な進み方をしようとしてます。はい、では読み取ります。B さん、この地図の別の見方なんですが、これちょっと面白いので解説書を読ませていただきます。52番。これちょっとこの人をちょっと解説書のガイドですと、魔法の地図を変える人と書いてあります。マジカルマップシファーなんだろう魔法の地図を変える人だそうです。これが逆に出てます。確かに B さんは魔法の地図の絵柄は変えないですもんね。絵柄を上に宙に浮かすことはあっても、その書かれていることの裏側というか、裏側じゃないな、地図に書かれているものが隠しているものを浮かび上がらせるための作業をしている方ですね。で、おそらく思い込みの外側に気づけたのは、一旦自分の持ち物ですね。このお掃除もちょっと気になったのが、自分の持ち物を一旦こうお掃除ですとか引っ越しなどで片付けると、その時の問題がなんとなく分かったりするんですよね。例えばちょっと忙しすぎたなとか、ちょっと食べ物を雑に食べていたなとか、自分の生活の乱れを知ることができます。で、これがB さんはもう成功する資質がありまして、ここにランプも持っているし、ここに引用の不思議なものもあるし、魔法のガイドもあるし、成功するものは全て持っています。資質を持っています。で、物を持ってるがあまりにいろんな誘惑といいますか、どれを使ったらいいかなというところでちょっと迷ったりすることもありそうです。ですので、一回地図に描かれた絵柄を上に浮かせることで、その地図に本来その地図に描かれていることは何だろうという本質を見ようとしています。で、これぬかるみにゾウさんがハマっていて、本質を見たところでどうなるのと思うでしょうが、このぬかるみから出ることができます。これもシークレットプールというカードはいいカードなので、ここと似たようないい兆しのカードです。ただここに凍結されたライオンがいて、あなたの使われなくなってしまった力に関するカードでしょうかね。で、B さんは今ご自身が
いらっしゃる場所は非常に合っているようです。あまり挑戦をするというよりは、その場所にとどまってしっかり、秋口ぐらいまでしっかり腰を据えていることで、今新しいチャレンジが促されてるわけでもないんですね。今は思い込みを外して、もう少し自分を外側に解放して、昔の傷を乾かすような時期ですね。これ今治療中という意味だそうです。かわいいですね。で、そうするとだんだん余裕が出てきまして、食事を楽しんだり、魔法を楽しんだりと余裕が出てくるようです。セレブレーションなので非常に楽しい時間がだんだん増えてくるという感じが来ています。で、これフレンドシップがありまして、ストレングスがあるんですけど、これ、年を取ってきて、女同士の集まりってそんなになくなっていくんですよね。もちろんこれを大切にしてる人もいらっしゃいますけど、大体がご夫婦で過ごすことが多かったり、恋人と過ごすことが多かったりと、ここに関しては、それによってちょっと女友達との会合に出られなくなって寂しいわという気持ちもちょっとここに出てますけど、B さんは我が道を行くような方なので、そこはあまり気にしなくても大丈夫かなと。女性は生活、人生のステージによって付き合う人たちって変わっていきますから、変わらない人もいるでしょうし、転勤が多い場合は、変わらざるを得ないこともあると思います。もしかするとそういう中で傷ついた経験がたくさんあって、ちょっと今はお休みしたいなという力を表に発揮したくないなという休息が出てるような感じもします。それが思い込みなんですね。今までの関係性が変わってきて、私が悪いのかしらと思う反面、これでいいんだわというご自身もいらっしゃるので、あんまり深刻にはなっていないようです。B さんはその思い込みの変化は、周りの思い込み、私たちと一緒にいるんじゃなかったのという思い込み、周りの思い込み、自分が、そうですね。あんまりそこは、今治療中なので、B さんは少し楽しむようなことをしながら、独自の世界観を構築していって、ここに木が生えてるのでいいと思うんですね、これね。さすがに地図の内容を浮かせてるだけありますよね。レイヤーが違うところで活躍してます。はい。では次、じゃあ今後どのように行動していくのが良いかというところをちょっと見させていただきますので、引き続きお楽しみください。はい。では、思い込みの外側に気づいたら、気づく前と今と気づいた後の状況を3カードで占います。それにアドバイスカードを1枚別な種類のオラクルカードから、もらおうと思います。B さんの思い込みの外側に気づいたら、はい。はい。過去、はい。B さん過去結構やんちゃだったんですね。はい。思い込みの外側に気づいたら。すごい静かに出ましたね。はい。エースオブペンタクルス。いいですね。以来。思い込みの外側に気づいた後、どのように、B さんの人生は変化していきますか。近い未来なのでそこまで先ではないですけど、だいたい半年ぐらい先はどのようになってますか。へー。はい。
マジシャンですね。ユリがたくさん咲いてますね。はい、はい、こっちですね。エンパシー、エンパス、はい。エンパス、うわ、このカード面白いですね。はい。では読み取ります。これエンパシーです。エンパシーです。はい。素敵な色ですね。いいですね。はい。では B の絵柄を浮かせる方の過去。はい。B さんは結構、もしこれ見てる方が女性であれば結構やんちゃだったのかなという、男の子たちに混じってわーわー喧嘩をしたりなんだりかんだりちょっと止めるでもなくちょっとやってみようかしらというようなノリのいい方だった時代があるようです。バブル世代なんでしょうかね。で、ただそれだけ男社会で活躍してきた B さんですので、今は非常に豊かな暮らしをなさっています。でここのユリも2つだったのがこっちでも3つ咲いてまして、ここにこれは何でしょうね、お花がまた新たに咲き誇っています。でこのマジシャンが逆位置になっているので、これでもいいんですけど、ちょっとやってみようかなという、何か新しいことをやりたいなという気持ちが湧いてきています。でそれが、もしかすると、全く今まで自分がしたことがないことである可能性もあります。でそのチャレンジは非常に B さんの考え方を柔軟にさせて、このちょっと一見元気がないようなユリも生き生きといっぱい咲き出すので、非常にその B さんの思い込みが外れた後は好奇心や探求心が湧いてくるようです。でこのエンパシーのちょっとこれをエンパシー共感、はい、こちらが共感だそうです。私は物事の両面を自分から進んで見るようにします。その人の人生を生き、その人の目を通して世間を見たことがない限り、他人の動機を正しく理解することは不可能です。人の行動を自分の行動に照らし合わせて判断し、良いとか悪いとかレッテルを貼るのは簡単です。けれども、それでは考慮すべき諸要素の重要な部分、すなわちその人の生育歴と独自の人生の歩みを見落としています。私たちは皆、神の光の一部で、この物質次元に目的を持って存在しており、誰もが自由意志を行使することができます。愛の道からそれた人々もいて、そのような人の人生の旅路をその人の目を通じて思いやりを持って考察することでジャッジしてしまうのは人間にありがちなリアクションです。ジャッジしないってことですね。大丈夫ですね。B さんはジャッジを、私ちょっとこのリーディングでよくいいとか悪いとか言っちゃうんですけど、悪いよ、いいなと言って、いいですねって言っちゃうんですけど、B さんに関しては、えーあのそういう部分は出ていませんので、これが喧嘩に参加していなければそういう部分があるのかなと思うんですけど、ご自身も喧嘩に混ざってますんで、多分そういう部分はもうクリアしている方にお見受けします。I am open to seeing both sides of a situation. ですね。おそらくその喧嘩をした時の相手の気持ちも分かりますし、ボカッと殴って相手も痛い、私も痛いということを分かっていらっしゃると思うので、他人の痛みも分かるようなカードになっています。自分も痛い目にあった、相手も痛い目にあった、でもいろんなことがあって今は安心した暮らしを送れてますよといういい展開が出ています。これでいいって言っちゃうんですよね。穏やかな展開が出ています。
そこでちょっと新たなチャレンジもしてみようかなというやる気も湧いてきます。はい、ですので、とても今回は、穏やかな展開になりました。B さんのご活躍楽しみにしております。はい、では C をお選びの方、地図を太陽にかざす方、ちょっと2枚ですね。はい、マジックプレイヤーの方、はい、あ、まさに太陽の方を向いてますね。これですか。はい、あ、コンパス。魔法の杖を太陽、魔法の地図を太陽にかざす方。あ、コンパスも持っちゃうのこの人。あ、わー。太陽にかざす方、黄金の神殿が見えます。あ、この人物語要素が強い人ですね。すごいノリノリで見ててくださっている。すごい、この方、これからの旅でちょっと今まで憧れだったコンパスを手に入れます。で、こちらにライト、こちらにコンパス持つんですね。そして地図に、太陽に地図をかざして現れた黄金の神殿にコンパスを使って向かいますね。へえ、すごい。ゴールデンプレイス。へえ、黄金の場所。すごいですね。あ、これは何ですか。これは何でしょう。あ、女性が2人。カミングアパートなんだ。カミングアパート。スロースターディなんだろう。レタリングがメタモルフォーゼメタモルフォーゼです。あ、ゴブリン。わあ、あやかしの宮殿かもしれませんね。面白い。あれ、カムトゥギャダー、一緒に行きましょう。ペリカンが出てます。すごいラブなカードが出ています。一緒に行きましょう。はい。グリーン、あ、逆位置か。面白い。リーディングは正解はないんですけど、物語ベースでいくとなんかド直球っていうか、なんでしょうね、こう非常にズバッときてますね。へえ。はい、じゃあこれ C さんこの状態で読み取ります。ちょっと余計なカード出さなくても良さそうです。これがちょっと光ってて見えないんですけど、こういう、黄金の小たら宮殿ですかね。はい、そんなようなとこが出てきてます。地図を太陽にかざすと、今まで地図になかった場所がたくさんこう浮かび上がってきました。で、C さんはコンパスも手に入れたようです。で、これ今持っているものでさえもう十分すぎるぐらい旅の備えはあるのに、そこにさらにこの立体的なコンパスを手に入れることができます。で、マジックプレイヤーなので魔法使いを目指している方のようです。これ、ちょっと分裂してるんですね、これ。分裂症なんでしょうかね。これ、本音と建前の間でちょっと悩んでいる部分が見えます。で、これ、カタツムリ、タフティを読んでると、愛するカタツムリさんと言われるんですけど、それを見るたびにこれを思い出すんですけど、カタツムリのような歩みでもちゃんと前に進んでいます。あなたには羽も生えています。風も感じています。
ちらのメタモルフォーゼは、変容するには時間がちょっと必要です。これまでの仮面を脱いだ自分、思い込みに気づいてしまったがために、自分の確固たる私は正しいんだ、相手が正しいんだというところにちょっと亀裂が入っています。自分の判断は正しくないのかもしれない。相手の考えも正しくないのかもしれない。正しいことなんてないのかもしれないという疑心暗鬼ではないんですけど、今まで信じていた宗教が壊れるようなものが出ています。で、そこから回復していって自分のアイデンティティを確立していくためには、カタツムリの歩みでもいいので、ゆっくりと進んでみることが大切です。で、そのうちに気分も楽しくなって、夏は楽しいこともありますので、ただちょっとゴブリンが出てきていて、シーサーを惑わすような、ここもそうなんですけど、このコンパスもそうですね。コンパスも入ってます。で、私、いろんな物事を多角的に見ることって悪いことだと思っていなくて、全ては愛から波及しているので、常に愛を持って接しましょうということはわかるんですけど、やっぱりそれを踏まえても、これも愛ですよね。愛があるがゆえに、争いが起きたりとか、いろんないい面だけではないことも、分裂が起きたり、いろんなことがありますので、これだけ物質がいろんな多岐にわたって発生しているようなこの世界では、全てが全ていい人とは限らず、全てが全て、愛に基づいているとしても辛いこともありますし、災害なんて、特にそうですけど、これが愛を知るための試練なのかと思いたくなるような、ちょっと目を疑うようなことも世の中にはあります。で、それを信じてるわけではなくて、それがゴブリンだとすると、ちょっと惑わされる要素が出ています。ただ、そこでちょっと愛というか、この愛について、モチベーションか。はい、モチベーション。好きな人を作ると元気になるタイプというのもありますね。今までの、例えば何か好きな方がいて、この人はこういう人だと思っていたけど、実はそうではなかったとか、いろんな要素が、C さんが大人になってきて、フローリッシュですね。大人になってきたのかもしれないですね。そんな感じですね。ファインドバランスですね。はい。なるほど。テンプレーション。はい。ストレン、スター、読めない。ちょっと寂しそうですね。満月を眺めています。ですね。ちょっと C さんは思い込みから外れて、ご自身の思い込み、周りの思い込み、周りが C さんに思い込んでいる姿から、少し本当の自分、思い込みが外れることによって子供から大人に気持ちが変わっていきます。体が大人になったとしても心が追いついていかないとき、その逆もありますから、それがちょっと寂しいんですね。その思い込みに飲まれている間は結構幸せだったりします。推し活なんてそうですけど、本当に分かってはいながらも、それに没頭してるときって本当に楽しいですから、それが何かの拍子に目が覚めたという、目が覚めるっていうんじゃないんだな。
ある時こう突然やっぱステージが変わるんでしょうね、人生の。そうなりますとこうそれが単なる誘惑に見えてくるんですね。今まではもう神のように崇めていた存在がそうではないんだということが分かってるんですけどね、それはね。なんか無邪気に楽しんでいた時代から少しずつ気持ちが大人になってきて、物事をよく見るようになるんですね。で、この人本読んでますもんね。で、それによって、いろんな誘惑、世の中には誘惑があるということをここで知るんです。で、その誘惑に、たまには飲まれてもいいでしょうし、完全にその誘惑、そうですね。でもここ、全ては愛だよという、愛から波及しているものだよというふうに考えれば、そういう誘惑にも惑わされなくて済むんですけど、おそらく C さんは聡明なので惑わされないがゆえに寂しいんですね、ちょっとね。大人になるってつまんないなっていう気持ちがちょっとここに現れています。はい。ではこのちょっとつまんないなという気持ちに対する、リーディングを引き続きさせていただきますのでお楽しみください。はい、では C をお選びの方、思い込みの外側に気づいてしまってちょっと寂しくなってしまった C さん。思い込みを知る前、そして知った今、そしてそれから先、半年ぐらい先はどのような状態になっていますか。それにアドバイスカードを1枚別なオラクルカードから引かせていただきます。はい、1枚出ました。これ過去です。はい、思い込みに気がつく前ですね。自分の思い込み、周りの思い込み。チャリオット。チャリオットって7番なんですね。はい。今、はい。推し活みたいですね。わお。はあ、本格的に目覚めますね。はあ、すごいわかりやすいですね。はい。ブレイン。なんだかチベット仏教みたいな。いいですね。砂絵みたいで。はい。はい。では読み取ります。で、思い込みに気づいていない時代の C さんは勢いがありました。推し活かもしれないですね。推し活もしくは誰かこう特定の宗教洗脳なんでしょうね。彼氏、彼女、息子、娘、とにかくこう誰かを熱狂的に信用していた時代があるんですね。で、熱狂している様があるんですけど、これが逆位置で出ているので、今は、ここまで熱狂していない思い込みから解放されて、今ここに疑問を感じている状態です。これテンオブソードが出まして、これ未来はあなた様がこうひどい目に遭うということではなくて、本当思い込みが外れるんですね。この時の自分、古い自分の鎧に刺さってますから、古い自分が、取れる、脱皮するんですね。脱皮するんですね。はい。なので完全に C さんは思い込みが外れるようになります。ただその思い込みがはっきり外れてしまうので C さんは寂しい気持ちがあります。はい、これが非難ですね。非難。私は自分が健康で幸福であることに対する責任を引き受けます。
人生を変革する力を手放すのはとても簡単です。確かに様々な人々の影響を受けて今のあなたがあるわけですが、自分の幸せに関してはあなたが全責任を担っています。エゴは非常に脆弱で、自分が非難の的になると、まず本能的に外部の力を非難します。被害者意識を持つと、魂の源とあなたの間に築かれていたつながりが弱ってしまいます。するとこういうものの味方になります。私には現状を打破して自由になるような力はないわ。他の誰かの力の方が強いのだもの。これは錯覚です。あなた自身の問題が他の誰かのせいであると考えること自体が問題なのです。自分で自分に責任を持てば、現状を変えようという力と自信が湧いてきます。へえ、厳しいカードが出ましたね。ただこれはカードの解説ですので、全てではありません。私はこれは仏教的に非常にチベッタンみたいで好きなカードですね。非難というような、ちょっとネガティブな余計なお世話だよというようなものは感じないんですけど、強いて言うならやっぱ大人になる感じがしますね。成熟した人になるための通過儀礼という気がします。これが通過儀礼ですね。でもちろん思い込みから外れるということは大人になっていくための通過儀礼というものになるので、おそらくこれはその後に訪れる真理とは何か、真実とは何かということでしょうかね。太陽にかざすだけあって真ん中に太陽が出ています。面白いですね。太陽にかざすと今まで見えなかった黄金の宮殿が見えてきますので、コンパスを使ってその宮殿に行ってみても面白いかもしれません。C さんだけそういう物語要素で C さんにしか見えない景色というものが現れましたので、 C さんは完全に目が覚めることで新しい、ちょっと他の人が見たことないような景色が見えてくる可能性があります。はい、C さんは大いに期待しております。C さんはって失礼だな。はい、C さんのご活躍楽しみにしております。本日使用したカードはこちらの4点です。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録、非常に励みになっております。ありがとうございます。